サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今日は世界一の滑舌性能を持ったシューターを作るために、スキーの技術をね、導入して、ホットワックスをしてみたいと思います。まずはね、リムーバーとブラシで、この滑走面をね、きれいにしていきます。ワックスをバーナーで溶かしながら、このシューター内に塗りつけているところです。本当はね、上からポタポタ垂らしたりしながらね、やればいいんですけれども、何分シューターはね、こう立ち上がってますので、なかなかこうワックスを塗りつけるのが、苦労しました。今回のワックスは、万能性のあるね、ワックスを塗ってるんですけれども、本来であれば雪質に合わせたワックスを選定するのが、一番のポイントかなというふうに思います。こんな風にね、まんべんなくワックスの方を塗ることができました。多少ムラになってるんですけれども、この後でね、バーナーでしっかりとね、焼き付けの方を行っていきたいと思います。バーナーで炙ってしっかりとね、ワックスを、滑走面に染み込ませていくんですけれども、下のね、やっぱりこうプラスチックの部分が、熱で溶けてしまわないように、ローの部分だけをしっかりと溶かして、焼き付けて染み込ませていきます。両サイドの部分は結構傷も大きかったので、傷の奥までね、しっかりとワックスを染み込ませていきます。バーナーを使ってね、しっかりとローを溶かして染み込ませていきましたんで、このようにもうワックスのね、姿がなくなってしっかりと透明になっているのが見ていただけると思います。次にね、このスクレーパーを使って、余分なワックスをですね、削り取っていきます。シューター内がね、丸いので、幅の狭いね、スクレーパーを使わないとなかなかね、うまく削り取ることができませんでした。今見ていただいているようにね、少しずつ削って、余分なワックスを、削り落としているところです。おそらくね、除雪機のシューターにね、ホットワックスを塗るのはね、これ世界で初めてなんじゃないかなと思いながら、作業を進めているところです。それではね、削り取ることができましたんで、ご覧のような滑走面となっています。小さな傷もすべてワックスで塞がっていて、今ね、本当に平らになっている状態です。で、ここからね、本当はコルクでね、磨けばいいんですけれども、ちょっとコルクがないので、タオルでしっかり磨いて、滑走面を慣らしていきます。スキーやね、スノボをやられる方はわかると思うんですけれども、ゲレンデに行って、ワックスがね、しっかり濡れてないと、本当に滑らなくて困るんですよね。通常除雪機のシューターの中にはね、ラッカースプレートの塗料を吹き付ける場合が多いんですけれども、もしその塗料の方が滑るのであれば、スキーやスノボの裏にはね、みんなその塗料をね、塗っているはずだと思うんですよね。それですんでね、この触った感じはね、ツルツルっとした感覚から逆にブレーキがかかるようなグリップのいい状態になりました。さあこれでね、世界最高の滑雪性能を持ったシューターが完成しました。それでは除雪の方を行って雪を飛ばしていきたいと思います。計測方法は前回の動画とね、2本撮りしているので、ジェットシューターのワックスなしを計測した隣で、今飛距離の測定を行っています。前回の動画での飛距離が21メートルでしたんで、その記録を超えることができるのか、非常に楽しみです。飛距離の方もね、非常に飛んでいて、記録の方が楽しみなんですけれども、今回なぜワックスなのかっていうのをね、ちょっと理論的に考えていきたいと思います。まずね、手触りがね、キュキュッとした表面に変わりました。なぜね、キュキュが良いのかっていうことなんですけれども、今回ね、ホットワックスをしてますんで、シューター内でのね、ミクロレベルでの凹凸がなくなって、雪との摩擦抵抗が少なくなっています。そのためね、キュキュッとした表面になっていると思います。それともう一つね、雪が滑るっていうことはね、やっぱり雪が溶けてね、水の薄い膜ができますんで、その水が嫌うワックスを塗ってやることで摩擦抵抗を下げるという効果があります。それと今回 PP で作ってますんで、金属と違ってね、熱を伝えにくいという特性がありますんで、低温の時にね、凍りついてしまったりだとか、また今度湿った雪を除雪した時に詰まりにくくなるという効果も期待しています。それでは結果を見に行きましょう。今回もね、非常に分かりづらくて申し訳ないんですけれども、こんな時にね、ドローンがあったら上空から撮影できて、
苦労して歩かなくてもいいのかななんていうふうに思いました。今ちょうどね、先端に向かって歩いていってるところです。ここがね、ちょうど先端部分です。結果はですね、右側のワックスありが22メートルと、1メートル飛距離を伸ばした結果となりました。除雪機のブロワーから放たれた雪が、このシューター内のね、滑雪面でいかにロスしないで、そして重力に負けないでどこまで飛んでいくか、そんな究極のね、透雪を検証した動画撮影となりました。それでこれ中間のね、雪の落ちているところなんですけれども、ワックスを塗った方のね、この雪の落ちたところの方が、どちらかというと幅が狭くて、ラインになっているような、そんな感じを受けました。そしてワックスを塗ってない方は、そんなに大きい範囲じゃないんですけれども、どちらかというとばらけているような印象を受けました。自作ジェットシューターだけでもね、かなりの飛距離が出ましたんで、そこにワックスを塗って1メートル透雪距離を伸ばすと、たったの1メートルと思われるかもしれませんけれども、このレベルでの1メートルってのはね、非常に大きいものがあると思っています。今回は世界一の滑雪性能を持ったシューター作りに挑戦してみました。皆さんどうだったでしょうか？皆さんからのコメント、そしてグッドボタンが私の動画作成の励みになりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。